今回訪れるのは足立区千住桜木という場所。千住という町名ではあるが、北千住駅からも西へ2キロくらい離れていて、場所によっては町屋駅の方が近いと思われる。ただしこちらも2キロ以上離れている。今回なぜこの町に決めたかというと、墨堤通り沿いに並んでいるバラック建てが気になったからだ。洗濯物が飛んできそうな風の強い日だったが、歩いてきた。こちらは以前2014年訪問時の写真。御嶽橋通りと墨堤通りが交差する千住桜木町交差点を中心に、多くのバラックが並ぶ風景が見られた。今回久しぶりに訪れてみると、墨堤通り沿いにあったバラックはだいぶ数が減った模様。新しくきれいな建物が建っていた。それでもまだまだバラックは健在で、昭和の哀愁を漂わせている。かつては荒川をまたいだ足立区本木一丁目に、大規模な主に在日コリアンで占められるバタ屋の部落があった。廃品回収で生計を立てた人々の町の面影は今はもうない。しかし西新井橋を渡った先に、そんなバタヤ部落の面影を感じられるとは。御嶽橋通りには大韓民国民団会館の建物がある。そして向かいに善林キリスト教会。ご承知の通り、足立区や荒川区は在日社会とのつながりが深い。そしてこちらにもバラック家屋や店舗が並んでいる。街並みを見ていると、御嶽橋通りも墨堤通りも土地がかさ上げされていることに気がつく。界隈の地図を見ればわかるが、おそらく水害対策だろう。荒川と隅田川に挟まれ、見るからに水害に弱い三角地帯。荒川の語源でもわかる通り、過去に幾度となく荒れて地域に水害をもたらしている。
もう一度墨堤通りを見てみよう。こちらもかさ上げされ、道沿いに立つ家屋はそれに合わせて建ててあるため、表から見えた玄関は実は2階だったことがわかる。道沿いの家屋が2階建て、3階建てなのもそのためだろう。ミルクホールモカはまだ現役でやっているようだ。モカの立地もご覧の通り。店舗は2階にあり、裏の1階に小さな勝手口がある。この並びは数軒が解体されてしまったようだが、まだバラック建ては残っている。この辺りは以前のまま。トタンを張った3階建てで、墨堤通りの2階に玄関がある。都内の都市ガスの普及率を考えると、プロパンガスをつけた家屋はレアケースだ。先ほどの墨堤通り沿いの家屋。気がつくと、背後には新しい大きなマンションが建っていた。千住桜木の街並みも、そのうちがらりと変わるのかもしれない。